今日はチョコレートクランチを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チョコレートクランチを作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでも何回かご紹介してるんですが、今回は材料3つで作れて、さらに4パターンご紹介していきます。プラスですね、簡単なラッピング方法もご紹介していきます。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにミルクチョコ味の材料をご紹介します。材料はこちらです。ミルクチョコレート、コーンフレーク、アーモンド。今回はこちらの3つの材料で作っていきます。ミルクチョコレートはですね、ガーナのミルクチョコレートを使用します。今回ね、アーモンドも一緒に入れていくんですが、アーモンド入れるのが面倒だなっていう時は、コーンフレークだけでも美味しく召し上がっていただけます。その場合は、コーンフレークだけで 35g 用意するようにしてください。それでは続いて、ホワイトチョコレート味の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホワイトチョコレート、コーンフレーク、キャラメルクランチ。こちらの3つの材料で作っていきます。こちらのホワイトチョコレートは板チョコ1枚で 45g になります。チョコレートが 45g の場合はこちら2つ合わせて 30g になるように作ってみてください。ちなみにね、今回使ってるキャラメルクランチはこちらです。100円ショップのセリアさんで購入しました。ぜひね、チェックしてみてください。それでは続いていちご味の材料をご紹介します。材料はこちらです。いちごチョコレート、コーンフレーク、いちごクランチ。こちらの材料を使って作っていきます。まずいちごチョコレートなんですが、こちらガーナのピンクチョコレートを使用していきます。このピンクチョコレートも 45g なので、この2つ合わせて 30g になるように作っていきます。いちごの方にはですね、いちごクランチを入れていきます。こちらもですね、100円ショップのセリアさんで購入したものになります。それでは最後ですね、抹茶味の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホワイトチョコレート、コーンフレーク、抹茶パウダー。こちらの3つの材料で作っていきます。抹茶味に関しましては、ホワイトチョコレートに抹茶パウダーを加えて作っていきます。今回材料3つということで、抹茶味に関しましては、コーンフレークのみで作っていきます。お好みで何かね、アーモンドとかくるみとかクッキーとかね、何か入れていただいてももちろん OK です。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにこのコーンフレークを全部一度にね、細かく砕いていきます。ちなみに今回ね、使ってるコーンフレークはこのようにお砂糖がついてないものになります。使ってるのがこちらケロッグのコーンフレークです。こちらは参考にしてみてください。そしたらまずね、L サイズぐらいのちょっと大きめのジップ袋を用意してください。そしてこの中にコーンフレークを入れます。あとはこちらを綿棒などで細かく砕いていきます。半分ぐらい潰れたなと思ったら、ムラにならないように一度ね、コーンフレークを混ぜて、そしてまた細かくしていきます。はい、このくらいの細かさにしてください。そしたらですね、こちらのコーンフレークはミルクチョコレート用に 20g、ホワイトチョコレート用に 20g、いちごチョコレート用に 20g、そして抹茶チョコレート用に 30g に分けておいてください。では続いてね、ミルクチョコレート用のアーモンドを砕いていきます。こちらもジップ袋に入れて、そして砕きましょう。はい、アーモンドはね、このぐらいの大きさに砕いてください。それでは続いてボウルの中にチョコレートを割り入れます。できるだけね、細かめに砕いてください。今回私は手で砕いてるんですが、包丁でね、細かめに刻んでいただいても OK です。はい、そうしましたら別のボウルにだいたい60度前後のお湯を張ります。そしてこの上にボウルを置いて、でチョコレートをね、湯煎で溶かしていきます。チョコレートはね、電子レンジで溶かすこともできなくはないんですけれども、電子レンジを使うと結構焦げやすいので、湯煎で溶かしていただくのがね、一番失敗なく作れると思います。チョコレートを入れてるボウルなんですが、ガラスのボウルとかではなくてステンレスやアルミ製のものがおすすめです。そうするとね、チョコレートも溶けやすくなります。はい、このように綺麗にチョコレートが溶ければ OK です。それではこの中にコーンフレークとあとはアーモンドを入れていきます。まずコーンフレークですね。続いて砕いたアーモンドも入れます。そしてよく混ぜましょう。
はい、これで OK です。このようにね、全体にチョコレートがコーティングされるまできちんと混ぜましょう。ではですね、まな板にクッキングシートを敷いてください。今回はこちら100円ショップに売っている大さじ1のスプーンで形作っていきます。まずクランチをすくいます。縁の部分で平らにしてください。こんな感じです。そしてクッキングシートの上に出します。トントンとやるとね、取れると思います。こんな感じです。それではね、残りも同じようにこの大さじ1のスプーンですくって、そしてクッキングシートの上に出します。トントンと。ある程度ね、このようにチョコレートがくっついてくるとここに出しにくくなりますので、出しにくくなったら一度スプーンを洗ってからまたね、ここに出し始めてください。ではね、残りも同じようにやっていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。今回はですね、大さじ1のが4個分と、あとはちょっと余ったので小さじ1/2のスプーンで味見用にね、2つ作ってます。こちらは目安にしてみてください。そうしましたらこちらを冷蔵庫で冷やし固めます。だいたいね、30分ぐらいあれば冷やし固まると思います。それでは続いてホワイトチョコ味を作っていきます。こちらも同様にボウルにチョコレートを砕いて入れましょう。はい、このように砕きます。そうしましたらこのホワイトチョコレートも同様に60度前後のお湯に当てて、そして湯煎で溶かしてください。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。そして湯煎から外したらここにコーンフレークと、あとはキャラメルクランチを入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにホワイトチョコレートが全体にしっかりなじめば OK です。それではですね、こちらも大さじ1のスプーンですくって、縁の部分で底の部分を平らにします。そしてクッキングシートの上に出しましょう。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じように作っていきます。はい、ホワイトチョコレートはこれで OK です。ホワイトチョコレートはですね、大さじ4個分になります。こちらは目安にしてみてください。それでは冷蔵庫で冷やし固めます。それでは続いていちご味です。こちらも同様にボウルにチョコレートを砕いて入れてください。このように入れます。それでは同様に60度前後のお湯に当てて、そして湯煎で溶かしていきましょう。はい、このようにね、チョコレートが綺麗に溶ければ OK です。そして湯煎から外したらコーンフレークと、あとはいちごクランチを入れます。そしてよく混ぜましょう。このようにしっかり全体にコーティングされれば OK です。ではクッキングシートの上に取り出していきます。まず大さじ1のスプーンで同じようにすくってください。で、底の部分を平らにします。そしてクッキングシートの上に出しましょう。いちご味はこんな感じです。それではね、残りも同じように作っていきます。はい、いちご味はこんな感じです。それではこちらも冷やし固めていきます。それでは最後抹茶チョコレートを作っていきます。チョコレートを同様に細かく砕いてボウルの中に入れます。はい、このように砕いてください。それでは別のボウルに60度前後のお湯を張って、そしてこちらも同様に湯煎で溶かしてください。このように溶けたら湯煎から外します。そうしましたら続いてここに抹茶パウダーをふるって加えてください。抹茶パウダーはね、ダマになりやすいので必ずふるって加えましょう。こういった茶こしもね、100円ショップに売ってますのでチェックしてみてください。で、加えたらよく混ぜてください。ダマにならないようにしっかり混ぜましょう。はい、このように綺麗に混ざれば OK です。そしたらこの中にコーンフレークを入れます。そしてよく混ぜましょう。このようにしっかり混ぜてください。それではまた同様に大さじ1のスプーンですくいます。そしてまたクッキングシートの上に出します。こんな感じです。ではね、残りも同じように作っていきます。はい、抹茶味はこんな感じです。それではこちらも冷蔵庫で冷やし固めます。
はい、全部冷やし固まりました。このようにね、美味しそうに仕上がってます。それではね、簡単なラッピング方法をご紹介していきます。まずこういったね、何でも OK です。袋を用意してください。マチなしの袋になります。そしてあとはマスキングテープなどを用意します。この中にチョコクランチを入れます。大きさに合わせてね、入れてください。こんな感じで入れました。通常ね、このように口を閉じるんですが、この端と端を合わせて、そしてこのように口を閉じてください。そしたら折りたたんでいきます。こんな感じです。そしてあとはここをマスキングテープなどで留めます。可愛いシールなどを使っていただいてもいいかなと思います。そうするとね、このように可愛い三角形のラッピングになります。ぜひやってみてください。はい、これでチョコレートクランチの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがミルクチョコレート、そしてこちらがホワイトチョコレート、そしてこちらがいちごチョコレート、そしてこちらが抹茶チョコレート味になります。トッピングなどはね、お好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。まずミルクチョコ味からいただきたいと思います。いただきます。ミルクチョコとアーモンドがすごく合いますね。続いてホワイトチョコレート味もいただきます。ホワイトチョコレートはこのキャラメルクランチとすごく合います。では続いていちご味もいただきます。いちごはね、いちごクランチの甘酸っぱさが効いててすごく美味しいです。では最後抹茶味もいただきます。抹茶の味が濃くてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートクランチのポイントです。まずですね、今回は全てね、コーンフレークベースで作ってます。この組み合わせはお好みで変えてみてください。そしてこのコーンフレークに関しましては、今回はね、お砂糖がついてないものを使用してます。こちらついてるものを使っていただいたり、あとはね、フルーツグラノーラに変えていただいても美味しく召し上がっていただきます。そしてコーンフレークなんですが、細かく砕いて、その後しっかりチョコレートと合わせてコーティングするようにしてください。そして今回はですね、100円ショップに売っている大さじ1のスプーンで形作ってます。使う時はですね、そのままクランチをすくって縁を使ってしっかり敷き詰めてください。あとはクッキングシートの上に出すだけなのですごく簡単です。ただ同じスプーンで何回もやってるとチョコレートがね、スプーンにだんだんついてきて、チョコレートがスプーンから離れにくくなってしまいます。少しスプーンからね、離れにくくなってきたなと思ったら、一度スプーンをきれいにしてからやるようにしてください。そうするとスルッと抜けると思います。あとはですね、冷蔵庫で冷やし固めてから召し上がってください。固まる時間なんですが、だいたい30分ぐらいあれば固まると思います。そして今回は簡単なラッピング方法もご紹介しました。こちらも100円ショップの袋で簡単にできますので、ぜひ参考にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレートクランチを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。